もやもや探検。こんにちは、ルンです。今日は、もやもやに隠れている宝の中の宇宙からのメッセージについてお話ししたいと思います。もやもやには必ず宝が隠れています。ですので、もやもやしても別に怖いもんやと思わず、何か宝がきっと隠れてるんやな、なんやろっていうふうに、ちょっと興味を持って宝探しをしてもらえると、人生は本当にもやもやで宝があるっていうのを知ってるだけで、楽しくなります。人生を楽しむっていうのは本当に自分が不安に押しつぶされたりしないことがすごく大事だと思うので、ぜひ宝探しをマスターしてもらえればなと思います。はい。で、うんと、えっと、うんと、えっと、もやもや探検で見つけることができる宝の中に、宇宙からのメッセージっていうのがあるんですけど、そもそも宇宙ってなんやねんって思う人もいるかもしれないんですが、宇宙っていうのは、結局は自分なんですね。自分なんですよ。見えないけど自分なんです。でも、自分なんですけど、自分の意識ではわからないことが、宇宙、自分なんですけど、その自分の中の無意識を超えた、すんごい広い、なんて言ったらいいんやろな。自分がつながってる、よくハイヤーセルフって言ったり、ワンネスって言ったり、いろいろあると思うんですけど、私はもうスピリチュアルもね、あんま詳しいことわかんなくて、別に自分がハッピーだったら、何でもいいと思うんですよね。そう、研究するのが好きな人はいいと思うんですけど、なので私は簡単、シンプルで簡単なのが一番いいと思っているので、そんなに詳しく研究とかはスピリチュアルに関してはやってないんですけど、でも宇宙っていうのはね、あの、とにかく自分なんですよ。見えないけど自分にとって意識で分かんないことも教えてくれる、本当に自分の応援団みたいな感じですね。で、宇宙はもう周りの人ともつながってるんです。で、心と行動一致してると、どんどん宇宙からのメッセージとか受け取りやすくなるし、他の人との意識ともすごくつながりやすくなります。いろいろ本当にいろんな人とか、全然知らない人とかでもシンクロがたくさん起きたり、例えば、あの人どうしてるかなと思ったらその人から連絡が来たりとか、なんか、こういうことを自分が考えてたら相手も同じこと考えてたとか、あの、一緒に同じことを見たりとか、例えば、あの同じ未来を見てることがあるんですね、たまに。あの、私の感覚でいくと、時間って過去、現在、未来って流れてるんじゃなくて、未来、現在、過去って流れてると思うんですね。で、大体同一線上にある感じなんですけど、ちょっと未来の方が上みたいな。だからそっちから流れてきてるっていうイメージなんですけど、その自分にとっての未来を見てる時に、相手も同じ未来を見てて、それが現実で起こった時、うわ、これ前見てたで、みたいな。になることがあるんですね。そしたら相手も、それは私が見てたんです、みたいな。で両方同じ未来を見てて、今現実になってるって、その瞬間、本当鳥肌ですよね。そういうわけわからんミラクルがどんどん心の声を聞いてると本当に起きてきます。それがすごく楽しいので、たくさんみんなにも経験してもらえたらなと思うんですけど、で、そのね、宇宙からのメッセージ、その未来を見るっていうのもそうですね、宇宙からのメッセージです。で、もやもやした時に、なんで宇宙からのメッセージかっていうと、もやもやするのは、心の声を聞いてのサインなんですね。で、宇宙、心の声っていうと一見分かりやすい。じゃあ今ね、お昼寝したいとか、今何々食べたいとか、そういうことを、そういうイメージなんですよ、私の中では。でも、宇宙からのメッセージっていうのは、そういう
分かりやすい自分の望みっていうんじゃなくて、結構突拍子もないことというか、本当に自分の意識内であるのじゃないこう心の声が来るんですね。それが宇宙からのメッセージだったりするんですよ。実際私がモヤモヤして、宇宙さんからのメッセージあったんやって。そのモヤモヤに隠れてるのは宇宙さんからのメッセージやったんやなって気づいたことがあるので、それを紹介すると、ちょっと前に、あのすごくモヤモヤしてて、私はこれからモヤモヤ探検をどういうふうに伝えていきたいのかなってすっごいモヤモヤしてた時があったんですね。で、その時にどういう形にしようって思って、とあるセミナーに行ってみようと思ったんですよね。自分の心の声が聞けるかなって思って。で、それが大阪である予定やったんですけど、自分の手帳には5時からって書いてあって、で、5時からやと思い込んでたんですけど、なんか1時ぐらいにやたらとそわそわしだしてきて、なんかモヤモヤする。なんか、大阪でなんかご飯食べなあかん気がするみたいな、すごいなんかモヤモヤ来たんですね。そういうモヤモヤが来たら、いや、それって、大阪でご飯食べたいっていうことだから、別に何も問題はないから、じゃあもうそんなもやもやするんやったら、もう大阪でご飯食べようと思って、ちょっと早めに出たんですね。5時からやけども1時に出たんですよ。で、電車の中で、こう、じゃあどうせご飯食べるんやったら、今日のセミナーあるところの会場の近くにしようと思って、セミナーのお知らせのメールをもう一回見直したら、なんで5時って思ってたんか知らんけど、1時半かなんかからやって、うわーってなったんですよ。で、もうそれ、もう行ってる時点でもう多分30分ぐらい遅刻やなって思ったんですけど、それでも5時やったら全く行かれへんかったのが行けるから、よかったと思って。そういうのってそういうモヤモヤって、なんかちょっと違う形で、突拍子もないで、なんでそんな大阪でご飯食べたいモヤモヤみたいな来るんかなって思ったんですけど、結局それは宇宙さん的にそこにそのセミナーに行かしたかったんだと思うんですね。で、その私を釣るにはご飯と思ったのかなんか知らないですけど、そのご飯でご飯もやもやが来て行こうって思って行ったみたいな。それって結構自分の意識の中では突拍子もないことというか、なんでそういうモヤモヤ来んのみたいな感じなんですけど、そういうモヤモヤも、ちゃんと聞いてあげて、宇宙からのメッセージかもしれへんから、ちょっと行動しとこうかな、みたいな感じでやってると、後々、こういうことやったんかって分かることが結構あったりします。で、そういうちょっと一見ちっちゃなことのように思うかもしれないですけど、結局そのセミナーに行ったことによってそれは教会、具体的に言うと教会ビジネスを作るための、体験セミナーみたいな感じだったんですね。で結局行ってその時は私はどういうふうにもやもや探検を伝えたいのかなって思った時に、なんか私の型をそのまんま伝えてくれる人をたくさんいてくれたら、もっともやもや探検が広まって、人生楽しむ人が増えるんじゃないかって思って行ったんですね。で、その教会ビジネスの、セミナーを受けることによって、ちょうど世界一周、その後世界一周に行ったんですけど、その世界一周中にすごい向き合ったんですね。私はこの本講座を受けたいのかどうかってちゃんと心の声を聞こうと思って、じゃあ私は認定講座、今やってるもやもや解消講座養成スクールじゃなくて、もっと本当に完璧なというか、ちゃんとテキストも全部作ってそのまんま教えてくださいねっていう、それをやりたいのかどうかっていうのをすっごい向き合ったん
ですね。で、その向き合ったことによって、私は型をそのまま教えたいっていうんじゃなくて、この型を使って自分の心の声を聞けるようになって、で、その人それぞれに心の声って絶対違うから、その人の心の声とか使命とか才能とか、そういうのをちゃんとこう分かった上で、それを生かした生き方をする人を増やしたいって思ったので、じゃあ私の型を真似してっていうのとは違うんだって分かったんですね。だからそういう私にとっての使命は、まずは自分が楽しんで、その他の人たちもどんどんこう人生を楽しんでもいいんやってこう楽しみ出してくれるっていうのが自分のこう魂からの声で使命なんですけど、そこにつながる形を作るための宇宙さんからのメッセージだったんですね。そういうちょっとちっちゃいことが、大阪でご飯食べたいっていうモヤモヤが、でもなんで今行かなあかんねんみたいな、まだ家でゆっくりしとこうやみたいなモヤモヤとかも来たんですけど、でもなんかやたらとこう大阪行くっていう、今大阪行くみたいなのがすごい上がってきてたんで、それを叶えることによって、それが宇宙さんのメッセージだったから、結局は自分の使命につながるようなこう大きな心の声につながってたりするので、そういうふとこういうふうに思うとかいう宇宙からのメッセージをこうキャッチしていくと、どんどんこう自分のこう芯の部分というか使命っていうそういうこう魂にもっともっと近いところの自分の喜びを感じられるところにどんどんこう近づいていけるんだなっていう実感があるので、是非こうモヤモヤに隠れてる一見こうちょっと突拍子もないこうモヤモヤ心の声が来た時、叶えてあげると面白いミラクルが起こるし、それが使命につながってたりします。はい、以上です。あのね、伝えられてるかは分かんないんですけど、ここもこれも、私のモヤモヤポイントでもあるんですけど、すごい伝えたいっていう欲がすんごいあるんですけど、こうきちんと伝わってるかってすごいモヤモヤすることもよくあるんですけどね、でもそれは自分が今できることをやるのみなので、こういうふうに今伝えました。ぜひ私のコーチングを受けたいなって思う人は、もうやっぱり直接喋るとがっつりこうね、モヤモヤ探検一緒にできるんで、ぜひご縁のある人は受けていただきたいなと思ってます。はい。じゃあ、これで終わります。ありがとうございました。ルンでした。